こんにちは、文芸評論家の三宅佳穂です。今日はですね、なんとスペシャルゲストに来ていただきました。どうも春と飛行機のお二人です。やったー。松本君です。塩岡です。お願いします。やったー。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。出た。嬉しい。嫌われたくない。三宅さんの嫌われたくない。嫌われたくないんだよ。俺も見てたんです。ずっと。吉田さん。吉田さんもいます。吉田さんも好きなんだ。吉田さん。どうすれば。吉田さん。急に助けを求める。ちょっと今三宅書店以上一番動きがありますね。今のみんな机に喋ってこう喋るだけだから基本。吉田さん。書店を練り歩いてるだけなので、こんなに機敏に動く。そんなことございません。初めて見たかと思いいます。や光栄でございます。本当いつも拝見しております。本当に。ありがとうございます。ちょっとお拝見しており二人のチャンネルにもちょっと出させていただいたんですけど、私の方にもお呼びしまして、ありがとうございます。今日はですね、ズバリ考察について喋りたいんですよ。恐れ入ります。本当に。考察おもろかったですね。ありがとうございます。お待ちいただきました。合宿、いろんな人と考察について喋って、そこチャンネルだと車さんとかもこう考察について喋らせていただいたんですけど、なんか見てるとやっぱお笑い芸人さんってめっちゃ考察されるよなと思っていて、そして2人に至っても YouTube が爆人気なので、私の周りで全員見ているので、本当にチャンネルさんもう私の友達の児玉め子さんっていう小説家の作詞家の方が大好きで、児玉め子さんが軍ピーさん情報を流すので私も知るみたいなことがあったりするぐらい、まあもう児玉さん見てますかっていうぐらい、そうみんな好きなので、なんかね、本当にそのコメント欄とかでもこれは考察だって私的には思う瞬間結構あって、だからまあ考察をでもなんかお二人的にも結構こう YouTube で考察的なものも喋ったりするじゃないですか。そうですね。なので考察する側される側としてちょっとお話をお伺いしたいなと思って今日はおります。なんかでも批評と考察との違いみたいなやつで、まあ批評はいろんな解釈があっていいけど、考察はやっぱ正解が必要、正解をとにかく探すゲームだみたいな話があって、作者の正解を探すっていうのを定義してますね。そう、正解があるってことはずらしやすいなと思っていて、面白い。考察ボケって今めちゃくちゃ面白いよなってなんか思う芸人として、ちょっと三宅さんっぽく言いますね。ちゃんとこのキャラクターはどこでエロ本を読んでいるか僕言ったのか今。やるんです。題材が間違ってた。すいませんね、本当にすいません、本当にすいませんね。しょうがない。カツオがね、例えばね、はい、サザエさんの家の間取りを見て、本当にプライバシーがないと。カツオって一家で住んでるからね。部屋はワカメというね、一緒だ。もう性別の違う妹がいて、いつでもその「ほらカツオ!」なんてこうサザエが入ってくる、その鍵もついてない、そうない、どこでそのエッチな本を読むんだっていう考察とかはちゃんとやってまして。そうですね。でも実際今本当にちゃんと三宅さんのチャンネル用に喋ってる。そうなんですよ、皆さんこれ。なんかね、そうこちらをとかをなんかまあこんなんがでもボケになるんだなというか、楽しく見てもらえるんだなっていうのは、正しいものを見つけようとするっていうのがそれ全然違うようにいくだけでも面白いし、確かにね、なんかそもそもの設定が変でも面白いし、考察ってずらしやすいなって芸人としては思いますね。ちなみにカツオはその僕らが出した考察としては、その波平によく怒られるじゃないですか。お前らは物置に入っとれみたいな庭にあるね言われるけど、その物置なんじゃないかっていう、見るチャンス。物置に入るためにいたずらをしてるんじゃないかっていう、そういう結論に至りましたね。すぎる。でもそれサザエさん批評にちょっとなってませんよね。批評だ。これが批評だ。申し訳ない。こんなところで乗らせてしまった。いや、なんでかっていうと、なんかいや面白い、普通にそれ面白い
いなと思いながら聞いてて、結構その昭和という時代は、昭和から始まってるじゃないですか。そうですね。サザエさん、昭和っていう時代は子供に、なんか今よりもこうなんていうんですか、プライバシーとか人権感覚がなかったってことじゃないですか、それって。なかったなかった。部屋の鍵とかないですよね。そう、部屋の鍵がなくて。でその時に物置っていうものが、プライバシーの代わりにさんたちの考察だとなってたと。で確かに昔より今の方が物置的な場所ってなくなりつつあると私は思っていて、例えばそのなんかこう何でも遊んでいい場所、なんかそのよく言われるのはこうなんかちょっとこう土手のある公園とかあれどこにあるんだみたいな、なんかドラえもんとかでよく見る、そうどこでも遊んでいい公園じゃない場所みたいな、どこに平成令和はもうないだろうみたいな話とか、結構学校とかもなんかこうこそっとかくれんぼする場所が昔はあったのに今はなくなってるみたいな。だから人権、そのなんかプライバシーと引き換えに物置的な影が昭和にはあったんだってことが言えるなって。すごい。すげえ。あんた天下取るよ。これですごいな。こんなすごい。残飯で美味しい料理作ってる。作ったね。批評切りみたいな。すごい。いやなるんですよね。確かに面白い。でもそう考えるとそうか、だからお笑いってこうなんかずらしだから、なんか正解的ななんでしょう、これが常識ですよみたいなのがあった方がボケ作りやすいみたいなのあるんですね。いやそうですそうです。そうなんや。だから考察とかが流行った時はやりやすいなと思ったんですよ。なかなか喋るとやっぱそれなりに受けなきゃいけないんですけど、考察ってなかなか喋るものじゃないですか。だから割とこの考察風にボケたい時ってなんかこうなかなか喋ることが許されるというか、すごくいいなと思いながら考察をやってますね。やるというか。なるほど。短いよりも長い方が喋りやすいんですか、やっぱお二人は。長い方が喋りやすいですね。じゃないどう？そうだね。ね、なんかこうワキトチャンネルとか見てても一本一本がめちゃ長をみんなちゃんと見てる感じがある気がしますよね。その喋り云々で言えば、その三宅さん、やっぱ最初の頃はYouTube やってますね本当に。いやあれですけどね。難しい感じなんですけど。頭抱えますね。本当にそのとんでもなく話術が上がっているというか、ポッドキャスト、あまたのポッドキャストを経て、あまたの YouTube を経て、ここまで来るのかってその喋りみたいなところも。確かに喋りの人のイメージももうある。いやそうなんですよ。喋り未だに苦手なんですけど。でもおっしゃるじゃないですか。そんなことはないです。本当ですか。もう十分です。一人喋りでわーってやるのもできるし、ポッドキャストでわーって聞いて感情で通ってみたいな。いいですか。もうね、本当にね、初期の動画もマジで見てほしくないけど、なんか消すのもなーと思って残してる動画っていっぱいありません？いやいや、あるんですよ。YouTube ってね、そうだ。考察関係ない話なんですけど、喋りってどうやったら上手くなるんですか？いやいや、もう十分上手いけども。聞きたい。三宅さんに喋りをそれをないですよね。いや聞きたい。でもこの人の話し方素敵だなみたいな思う人とかいらっしゃらないですか？なんかそういう真似するじゃないですけど。でもこの間全然タイプは違うんですけど、それこそお二人も尊敬されている岡田敏夫さんに対談したんですよ。でその岡田敏夫さんのチャンネルに出させてもらって、そしたらなんかちょっとこう有料課金パートみたいなので、なんかやっぱこうメキさんは喋りに圧がありすぎるのではって言われて、なんか確かに岡田敏夫さんの喋り方って一人喋りだけど、なんかこうなんて言ったらいい、こう抜くところ抜いてる感じがあるっていうか、なんて言ったらいいんだろう、緩急、ボケとツッコミわかんないですけど、こう聞き流せるなんかゆったりさがあるなと思って、私なんかこう怒涛のオタクしゃべりをしちゃうことがあるので、なんかそれいいなーってめっちゃ思いました。岡田敏夫ね。確かにそうか、岡田さん。一緒に喋れるし、やっぱね、一発ギャグもできるというか、やっぱ一発ギャグ？一発ギ
りギャグじゃないのよ、あの写真。面白すぎる。何がどうなったらあの写真。面白いもんね。確かに三宅さんってちゃんと喋りたい人なんだなと思うんですよ。なんでこうでないですかって時に。でも今喋りながらこうでなん中華こうでみたいなちょっと方言が混じるじゃないですけど、なんかフランクな感じとかもあると、なんかもっと幅広くなる気がしましたね。お二人はなんか喋り今上手くなったなって思う瞬間ありましたか？喋り上手くなったな。でも僕落語好きなんですよ。落語を僕らは落語研究会そうですね、大学の時になんか本当漫才とか一切やらず落語しかやらないっていうあれだったんです。落語を全部書くんですよ一回。そうですね。自分が覚えてない落語をバーってパソコンで書いて15分ぐらいのやつをバーっと書いて覚えるんですけど、何回やっても覚えらんないなみたいなのがあったりするんですけど、そこっていらなかったりするというか、覚えらんないところはいらないんだ。なるほど。とか、なんでここあるんだろう、最初にこの話するんだろうと思って、後半にここつながるからかとか、なんかそういうのが構造がめっちゃしっかりしてんだっていう、そうだね。やっぱ何百年も残ってる話ですから、じゃあ最初のここでまとめていっちゃえば3つ目いらないんだとかをなんかずっとやってたら、なんかそれを書かなくてもできるようになったというか、面白い。なんか落語で鍛えられたかもしれないですね。そうだね、あと落語家さんが15分とか20分とかやってるのを聞いてても、その抜くところめっちゃ抜いてるというか、なんか誰させてわざとも誰させてもいいんだとか、そんなやついた？誰させるというか、もう見解の不一致。なんかここはもう別になんだろう、そんな聞いててもいいし聞かなくてもいいぐらいの感じでやってんのかなぐらいに見えるとこもあるし、あとやっぱりこう年をねこうだいぶ召された方とかも落語の方多いですけど、その見に行って落語会実際生で見て、正直ボケが聞こえない時とかあるんですよ。でもその大事なところも話の山場みたいなところはちゃんと聞こえるボリュームで言ってて笑えるんですけど、聞こえないとこあったねみたいなことをその一緒に落語見に行った先輩とかと言ってたら、なんか先輩からなんか聞こえないところってなんか聞こえなくていいらしいよって言われて、そんな本当にそうなんですか。なんかそれも合ってんのかわかんないですけど、でも聞いてて別にそれで楽しめたし、だからそんな全編をちゃんとくっきり伝えなくてもいいんだっていう。なるほど。なんかでも寄席行った時にそれこそもう年配で全部聞こえないおじいちゃんがいてこうだよなれみたいなで、もうしょうがないなと思って一回最前列かなんかで寄席見に行った時にそのおじいちゃん出てきてと思ったら聞こえない人だ、最前列で聞こえたんだけどめちゃくちゃ面白かったの。最前だけ笑える。そう、その後の CD 借りたらイヤホンで聴けばめっちゃ笑えるみたいなどっかの人いましたけどね。そのパターンもあるんで分かりませんけど、こう勉強したい落語、確かに勉強する YouTube 撮ろうかな。落語なんかいい人いたら聞いてみてもいいかもしれないですね。確かに。いやでも話はもう十分ですね。難しいです、話は本当に。文章だったら直せるのにっていつも思います。そうか。なんか直したくなるがしかし直せない語りって思いながら YouTube をやってるんですけど、YouTuber と見てるとそんなとこにコメントつくんやみたいなことが結構あって、なんか例えばそれこそ文章って、文章だからなんか内容だけの世界だなと私はよく思っていて、文体とかに内容にしても、でもなんか例えば YouTube やり始めて私最初何が一番びっくりしたって、その自分が面白いこと喋れてるかなとか、こう面白いものになってるかなと思って気になって動画を出すと、コメント欄でまず書かれるのがなんかこう照明が暗いとか、音が聞き取りづらいとか、なんかこうもうちょっと画角こうしたらいいのではみたいな、画角照明音量考えたことなかったみたいなそのこう側というか要素の方がなんかもう逆に大事まであるし、よく考えたら確かにテレビには照明さんもいらっしゃるし、音声の方もいらっしゃる、こういうことだったのかみたいな気持ちにすごい最初びっくりしたんですよ。ありますよね。なんかそういう意味だとなんか YouTube のコメントとか見てびっくりすることとかってないですか？確かにね。
確かによく言われるのはその、なんだろう、軍ピーの方が前にいて僕が後ろでみたいな図があると、その遠近法的に見づらいからやめてくれでかすぎるんだよなんででかい方が前にいるんだいいだろそんなのは全然いいだろ確かにそれこそ考察とかもまあされるじゃないですか、とかで、ああいうのとかって見てほーんって感じで見てるんですか？ちげえけどって思いながらちげえけどギャーなんでそんなそうなんだよ考察は大体間違ってるって私の友達の作家さんがよく言っておいいこと言うそういう面もあると思いますね。なんか違うから面白いなと思っちゃうんですけど、そうですよね。なんかでもなんかまあ批評とは違って当てようとして違うわけじゃないですか。そうだね。本当に競馬で投げてるやつと一緒じゃないですか。剣をそうこの馬絶対行くと思うんだ、こうだこうだから今足に筋肉がついてるだからこういけると思うんだ、買いました、うわー同じ考察してる面白くて、当てようとしたがいやそうその面白さやっぱありますよね。考察は思うな。なんか誤解されることへのフラストレーションとかないですか？昔はありましたけどね、こう嫌だなこれ違うんだけどなも思ったんですけど、やっぱそれこそ話か立川談志さんが言ってた、なんか人間はいい誤解と悪い誤解しかないみたいな話があって、多分いい誤解も僕めっちゃ受けてて、なんかちょっといいことしたらめっちゃ褒められますし、ねえやっぱそのだったらまあ嫌な誤解も受けるべきかみたいなのは思いますね。なるほど、そっか、そこでバランスをなんかそれこそこうなんていうんですか、エゴサ的なのってするんですか？僕はしますね。やっぱり土がしないですもんね。そうですね。僕はなんかたまに要はライブのタイトルとかでするぐらいですね。出演したイベント。そうですね。作品としてみたいな。そうですね。自分の名前ではしないですか？そうですね、しないですね。なんかずっとエゴサいまだにしてるんですけど、なんか見ちゃいますよ。いや見ちゃいます。自分に一番特化して SNS なんだから。確かにね。エゴサのことそういう人初めて。それがもうずっと自分のこと書いてあるんですよ。SNS すごくないですか？エゴサは確かに。しないといいこと書かれても悪いこと書かれても。なんか私的にグッピーさんっていつもこうちゃんとこう真摯に向き合っていると思っていて、レスバね。レスバもしますね。最近やめてますから。そうなんですね。やめてるんです。やめた方がいいんだなって。いやいつかまた思いっきりやるために貯めてる。あるのまた。なんか言われたんですか、それは。なんでしょうね。まあレスバするのが僕はサービスだと思ってたんですけど、そのこいつ決めよみたいな、うるせえお前も決めよってなる方がなんか芸人としてなんだろうな、なんかやってるよこいつって思われてるのがいいなと思ってなんかやってたんですけど、なんかそれを嫌な人もいるなと思って、そんなことしないでよっていう人もいるな、なんか自分がバカにされてるだけじゃないなっていうのがあったりとかして思ったし、まあこれここからマジで使わないでもいいんですけど、お任せますけど、その僕三宅さんこそ、僕三宅さんを叩いてるやつは許せないよ。三宅さん、叩くじゃないですね。三宅さんこそ、その本当に名前が知れてきて、いろんなことを多分言われるタイミングに入ったと思うんですよ。もう笑っちゃってね、三宅さんのこう返せばいいんだも思ったし、三宅さんのね、もう本当にもう全然多く語りませんけどね、ノートでこう返したりみたいな、かっこよかったです。ありがとうございます。全然なんかグンピーさんが DM で一回なんか励ましてくれて、本当に励ましっていうだけだっていうとちょっと語弊があるかもですけど、なんかそうなんですよ、優しいと思って、なんか本当にこう自分の名前がちょっとこう違う感じで受け取られて、お前そんなこと言うんかいみたいな感じになっていくと難しさありますよね。いやそうね。そうで自分の界隈の上の人とかが意外にそんな反応するみたいな、そんなそう同業者のね感じだったりもするから、難しさがあるなと私は思います。いやそうなんですよ。三宅さんはそれをこううまくやってらっしゃる。まあでも多分あるんだろうなと思いながら
心中を察しますみたいなことをお送りしたことが本当に心中を察しますみたいな。いや本当にね、もう軍平さんもいろいろあるんだろうな。なんかそのね、こう視聴者の方からとか、読者の方から言われるのと、同業者から言われるのとでちょっとまたね、いやそうなんですよね。受け取るテンションが違うんじゃないかと思ったりするので、ちょっと健康に気をつけてください。そうですね。そうなんですよ。で変にやっぱ同業者の目を意識しちゃう、まあ芸人だと特にそうですけど、YouTube なんてやってしゃばいよみたいなのをやっぱなんかどうしても思ってしまうし、自分が思ってた時期もあるし、そうだね。それに対してでも本当に多くの人にとってそんなことは関係なくて、本当に大衆にどう受け取られるかだけでいいんですけど、みたいなのを振り切らなきゃなみたいな、そうやらないともっと売れられないよなっていうか、その覚悟みたいなのを三宅さんはある人だなというか思いましたね。ね、なんかその誰に向かって書いたり喋ったりするのかって結構難しいですよね。なんか近いわけじゃないですか。だからなんかこうそっちの方が目に見えちゃうみたいな。あとなんか最近 X のおすすめが、見せなくていいエアリップとか見せてくるんですよ。ありますよね。すごい。なんであんなのなってくるの？なんか私三宅カフって書いてないのに、絶対エアリップだわみたいなのを X がおすすめしてくるんですよ。なるほど。見せなくていいんやなと思います。自分の本の感想とか、例えばこう YouTube の感想とか、なんか文章の感想とか、これが一番気になるとかありますか？なんだろうね。感想で、うまく伝わってればいいなと思うんですけどね。なんか全員が笑うのもいいんですけど、なんか受けるか惹かれるかギリギリみたいなところがやっぱ好きなのがあって、これが惹かれてなきゃいいなみたいなのがなんとなくあるんですけど、それがなんか弾きながらも笑ってるみたいなのがあると嬉しいなっていう、そこは気にしちゃいますかね。弾かれてなくてもなんか甘かったかなと思うし、なんかどうですかね。そうですね。考察されてること自体が、もちろんその誤解あるなとかも思うけど、僕らがその、漫画とか映画とかフィクションに対して思うみたいに見てくれてんのかって思えばポジティブに捉えられるのかなと思って。なるほど。そうですね。なんかただの人間だけど一個の作品とかと同じようにみんなが考察する対象として見てんのかって思えば、じゃあ一個商品に慣れてんのかなとか。土岡本人を言われてるというよりは土岡という商品離れたものが見られてるんだなっていう。自分がキャラっぽくなってるかも、その人にとってはキャラっぽくなってるのかもなっていう。でそれはそれでなんかじゃあ成立してるんだ、なんか仕事がとかも思えるかな、ポジティブに。そっかそれはなんかこうキャラじゃないのにとかじゃなくて、結構ポジティブにそれはそれでゲイだなっていう感じがするんですかね。そうですね。僕その芸人になる前ニートだった時期があったんですけど、その時期にもとにかくいろんな著名人の名言とかをネットでひたすら見てる時期があって、でその時に秋元康さんが言ってたのかな、なんかそのなんかスターっていうのは深読みされる人だみたいなことを言ってて、で確かにたくさんアイドルプロデュースしてきて、みんな勝手になんかその子が言ってないところまで深読みされるけど、もちろんそれって本人にとって辛いだろうけど、でもそれが人がエンタメになるっていうことなんだみたいなことなんか言ってたんで、それをなんかなるほどと思って、で僕は一ニートとしてなんですけど、その時すごいそれなんだよそれその時なんとなく何かの糧になることを探そうってとにかく思ってる時期で、向上心がありますね。向上心なくニート珍しい、なぜニートだったんだ。そうですね。でそれを私芸人になってから、もちろんそのねアイドルのそのスターの人とかとは全然違うけど、糧になっているんですね。思い出して、だからそれでいいのかなっていう気はしてますね。ああいう名言まとめサイトって本当に役に立つことあるんですすごい見てたな。なんか今もうないネイバーまとめ見てたな。ボットみたいなありますよね。有名人ボットありましたね。必ずやる気のあるやつは帰れタモリって。いいよタモリボットあるよね。確かにそのやすしのそれは名言ですね。確かに深読み
なんかだから今の話で言った軍ピーさんとかもこう売れて、それによって深読みされるようになったんだなっていうことですもんね。まあそうですね、みんなが放っておかないでくれてるということですもんね。なんかそれこそでもこうハルトヒコキさんのそのコンビとして深読みされるみたいなこともあるわけじゃないですか。例えばこういう関係性なんだ今はみたいな、めっちゃ私のツイッターに回ってくるんですけどなんかこういうやり取りをしてたみたいな。てかもだからでも深読みされるぐらいのなんだろうスターのキャラになったみたいな話ってことなのかもしれないですね。まあそうなのかしらね。吸引力というかね。お笑いコンビはでも多いですね、やっぱ男同士のやり取りをファンの方が見て何か思うとか。男同士のやり取り、男2人で何も起きないわけがない。公式が言ってくれることある。びっくりした今。そんなみたいな。いやね、やっぱそうですよね。お前はそこのツッコミ違ったぞ。お前がもっと言ってくれたらいいのに。教えてやれよみたいな。そう勝手にそれ足してくれるから勝手に。それやってもらえる。そう CV 本人なことないんだよ。めちゃくちゃ笑っちゃった今。ね。なんかもしあったら。さっきのキャラの話ちょっと気になった時に、そのこれスキットのオファーの話で、そのあと世界99かでいろんなキャラをこう分けてやってるんですよねみたいな。でそれがなんか生きづらいなみたいな。最適化だ。最適化。そう最適化だみたいな。そんなことは考えなくていいんじゃないみたいな。僕はでも昔からやっぱかなりそのキャラを一個決めちゃうとそこから逃れられないみたいな感じで、みんなもそうなんだってなんかそうなってきてんだってこの本でちゃんと知ったというか、なんだちょっとなんか嫌な言葉で言うとアダルトチルドレンみたいなワードがあるんですけど、なんか親御さんの顔色を伺うように人の顔色に合わせちゃうみたいな。でもその合わせすぎるのが僕はなんかそれをサービス精神とも言われてきたし、なんかこの人の前ではこの人の思う軍ピを全うしようっていうのがあったんですけど、それを越境する存在としてスキップの主人公がいたりとかするみたいな、なんかそこをどう捉えてるんだろうみたいなのを伺いたかったですね。これ書いて気づいたんですけど、なんか私自身が結構最適化しちゃうみたいな、根が最適化しちゃう方だから余計気になってるんだろうなと思っていて、っていうのもそのなんか私も割とそのなんだろうこう漫画が好きな子がいたら漫画の話したいなとか、なんかその人が例えばお笑いが好きだったらお笑い全然そのめっちゃ詳しいわけじゃないけどできるだけお笑いの話に寄せたいなとか、なんかその人に合わせた話をして一番楽しい時間を過ごしたいよねみたいな発想なので、なんか根っこがそれってこう結構最適化的というか、なんかこうキャラ合わせちゃいがちなところがあるから余計にこういうテーマが気になったんだろうなっていうところがありますね。それはでもやっぱちょっと窮屈だったりってことなんですかね。窮屈なんかね全然自分的に合わせてるのだけだったら別に窮屈ではないんですけど、なんかそれによってそう自分のなんかやりたいこととか好きなことを押さえつけるようになるとやっぱ窮屈だなと思っちゃうんですよね。だからなんか例えば自分的にはその例えば友達と遊んだりとかなんかこう喋ったりするのも好きだが本を読む時間も欲しいみたいな時に友達から例えばめっちゃ誘ってもらって嬉しいから本の時間全なしで友達と遊ぶだけみたいになるとめっちゃ苦しいみたいな、その時になんかそういうことに最適化しすぎるとやっぱなんか本来好きだった本というのを忘れてしまうみたいなところがあるんですよね。だからそれこそ会社で働くのとかも楽しかったけど会社に最適化しすぎると一人の本読めない時間が全くなくなって無理みたいな感じになったので、ここでも一人だけが好きなものってあんま別に誰にも大事にされはしないじゃないですか。自分が大事にしないと本の時間って取れないなって思ったりするので、なんかでもそれは大事にしてもいいんじゃないみたいなことを言いたくて書いたっていう感じが。そうですね。そうなんだよね。自分が自分じゃなくなるかもみたいなのを
バキドーチャンネルが一番わーってなった時に思ったことがああそうなんですね。そうですね。なんかバキドーみたいなキャラが急に付与されたんですよね。そうだね。インタビューで。でどこ行くからでもその話をするから、じゃあもうそうなっちゃおうと思ってたんですけど、本当にバキドーに殺されてしまうというか、俺は何を考えて何を好きだったっけみたいな時期がやっぱあって、で、まあ、キャラを守るみたいな話があった時に、でも逆にたけしさんがよく言ってる振り子理論っていうのがあるんですけど、たけしさんでよく、まあ、バカな芸人かと思ったら、そのめっちゃ映画もなんか怖い映画も撮れるみたいな、なるほど。それがこう逆をやればやるほど、その振り子がこういくようになっていって、それが人の人の魅力になるんだみたいなことを言う人で、でなんか YouTube で本当に何でしょうね、童貞ちゃんだったのに童貞ちゃんなんかみなくちゃとんっぽく言おうとして失敗しました。なんか失敗しました。なんかその、まあひも手、まあどうしようもないやつだったけど、なんかちょっと自分の好きなことを言ってみるかとかで、なんかちょっと文学っぽいこと言ってみたりとか、なんかそのイメージと違うだろうなみたいなこと言ったら、意外にそれはそれで反響があったりとかして、あ、これも認めてもらえるのかみたいな、なんかその振り子だって言い聞かせればいけるなみたいな、確かにギャップみたいなのが怖かったんですけど、怖かったけど、やっぱ最初怖かったんですね。いやもうそうですね、外れて未だに怖いですけど、そうですね、なんかそっちでなんとかやれたのかなみたいな思ったんですけど、ギャップ論みたいな、土岡とか気にしないじゃないですか割と。ああ、まあそうですね。なんかそんなに考えれないし、多分要は今までの学校とかのコミュニティとか考えても、多分ずっとなんだろう、自分の好きなように過ごしてたと思うんですけど、マイペースに。羨ましいわ、すごいことなんだよって。そうですね。こう例えば中高の友達と、なんか大学、職場というか、まあ仕事し始めてから、親とかと同じ一堂に会しても大丈夫なタイプですか？かもしれないですね。そのどうなんだろう。あとちょっとさっき話したけど、結婚式絶対開けないよみたいな話。ああ、そうだそうですね。全員集まって小学校の頃の友達とかね、大学サークルとかそれぞれ俺は違うから、そいつが集まってみたいなキャラだなみたいな、恥ずかしいみたいな気持ちになっちゃう。そう確かになんか、まあ、もちろんそのなんだろう、わイケてるなって思う人たちの前で全然喋んないとかはあるんですけどそれはあるんですけど、それ引け目じゃん。そうですね。でもなんか例えば中学の友達とかと久々に会う時に、当時と違うのかもしれないけど、もう分かんないし、別に当時の自分も覚えてないから、しかもみんなもそんな覚えてないだろうと思って、なんか俺ってこんぐらいの感じで喋るっていう感じで別に会っちゃうし。お二人は有名になってから昔の友達とかはどうしてらっしゃるんですか？いやだから連絡来て、お前こんな明るかったんだなとかって来るとやっぱグッとなります。明るくなったねとかね。明るくなったねは。明るくなったねとか恥ずかしいね。なりますね。あんまり気にしてない。確かに。でも僕も僕高校がもうぼっちでごっそりその時人と喋ってない時期なんですけど、その時は多分最初にまあちょっとなんだろう、掛け違えてあんまりこうみんなの前にこう輪に入れなくて喋れなくて、それをクラスが変わってもだって自分喋ってなかったしな去年もとかって思って一個多分キャラと思っちゃってたのかもしれないです。一個自分が急に友達と作ろうとしたらおかしいって思われるとかも、ぼっちキャラとして準じたんだね。そうかもしれない。で喋ってなかったから、それこそ高校が一緒だった人に偶然会ったりとかもしたんですけど、そのお笑いの仕事というか活動の中で会った時になんか高校僕一緒だったんですって隣のクラスでみたいなこととか言われた時に、そこはめっちゃなんか恥ずかしいというか、ギャってなりますよね。そうですね。なんか名前だけうっすら知ってた土岡くんがなんかはしゃいでるって思われてんだ。ネットではしゃいでるって土岡が余談ですけど、ドキュメンタリー僕が撮ってもらった時に、そのドキュメンタリーの人がじゃあ高校そんなんだったら、高校の恩師に会いに行って話聞いてみようなんて、行きました。高校の恩師が、ど
めんなさい覚えてなくてお世話になったね、担任の先生。サークルも入って部活もやってなかった。同級生にも聞いてみたけどみんな覚えてなくてそのドキュメンタリーのそのチャプターの名前が透明人間って本当にかわいそうそう先生ももちろんね顔とか名前とか覚えてくれてるけど全部そうですね、こっちが出す思い出も全部覚えてないだって先生僕怒ってもらったの覚えてますよ。いや僕がゴミ掃除をなんかちょっとサボっちゃって、で怒られて、翌日もまたサボったら、昨日もやったのに、今日もできてないじゃないかって言ってくれたじゃないですか。ごめんな。そうね、まあこっちも思い出が薄すぎるあれやっぱいいよね。あれから先生から言ったら恥ずかしいですか。いやでもまあ確かに嬉しいかもしれない、そこは。本当。先生が見てくれてみたいなのは。なるほど。先生が見てくれたおかげじゃないですか。なんだそれ。ねえ。そう考えるとでも確かに芸人さんもでもこうバラエティ番組とかもキャラみたいにね見られたりしますもんね。そこにこう。まあ、でも YouTube とかあるから逆に今だと抗いやすいがしかし、そうですね。前より抗いやすいですね。前よりはでも抗いやすいけどでもやっぱこう見られがちでっていう葛藤があるんですね。そうですね。確かにテレビだけの時ってもっとこう団体芸の中でこの役割があってみたいな、なんかそんな感じが勝手にします。そうですね。なんか自分がっていうのはなかなかね、恵まれてる方かもしれないですね。逆にこういう風ななんかこうお二人は見たくないみたいに言われることとかってあるんですか？僕はそれこそ女性の方とコラボするみたいなのが多かったんです、最初の頃。秋堂チャンネルが。でまあちょっとセクシーな方が来てくれてみたいな、僕がテンパるみたいな。そうだね、ドキマギしてなんかそれが面白いと思ってたんですけど、なんか逆にそれあんま面白くないなって言われ始めて、いっぱい喋ってるところが面白いのに、緊張して喋れてない軍ピ見てもしょうがないみたいな話の時に結構びっくりしたというか、なんでしょうね、そういう存在だというか。そうね、ネットミームになったのがその部分じゃん。そこはめっちゃびっくりしましたね。そこから女性とのコラボを一回なんかやめるという時期がありましたね。そうですね。考察によってそうですね。コンテンツが変化していく。そうですよ。確かにね、でもいい影響としてのいい影響なのかどうなんだろうね。なんかそれはそれで女性と絡む動画が減ってしまう。減ってしまう。たまにたまに街でやって「おお、グンピーさん最近セクシーな女性と会う会減りましたね。増やしてもらえないかな」たまにそういうおじさんが。しかも神社で言われてもね。神社三宮神社だっけ。一番なんか霊言新たな神社でパワースポットの。最近なんかセクシーな会減ったな。増やしてほしいな。霊言新たか。言われましたよね。すいません本当に。すいません本当に皆さん本当にファンの皆さん怒られて吉田さん本当にすいません。ちゃんと最適チャンネル最適化していただいた。最適化した顔。最適化されてんだ。そう最適化されない良さもやっぱあるなって思ってて、僕爆笑問題の太田さんがすごい好きなんですけど、あんな最適化されない人間がいない。そうですね。見てても滑って暴れて叩かれて炎上してみたいな。でも仕事は減らない。いないんですよね、あんなに反最適化の人。予想外って感じ。いや事故が起きて事件が起きて人じゃないですか。なんか太田さんってこう。なんか文章とか私太田さん文章結構好きなんですけど、いいですよね。いいですよね。読んでるとすごいなんかもうピュアだなって思う時あって、なんかやっぱこうテレビとかもなんか新鮮にやってる感じがするんですよ。どうなんですか。いやそうでしょうね。本人も慣れずにそのまま新鮮に。そんなことあるんですかね、あんなキャリアで。ね、あんなキャリアでもすごいな確かに。予定調和じゃないことをしすぎて。
で多分不器用だと思うんですよね、太田ってだから慣れてない新鮮な感じをしますね。うわ、そりゃそうだな。そうか、確かに。でもそれでそれこそスキップとローファーのみつみちゃんについて、ね、宮城さん書かれてたのがなんかいろいろまあ友達の界隈が違うのを超えていくのがエンタメになるって言ったけど、本当に太田さんってそれを確かに太田さんってみつみちゃんだった新しい。すごいスキップと太田さんみたいな。いいですね。いやでもそうかも。なんかそれこそ大学でもなんかこう講義したりとかもするし、大学の先生と絡んだりもするし、政治家の人とも絡むし、もちろんお笑いはやってるしみたいな、芸能界のど真ん中だしみたいな。どの界隈の方ともこうなんかすごい太田さんって生き生き喋られますよね。できますね。相手を選ばず。そうですね。やってるよな。あれなんですかね、界隈語彙力は。界隈コミュ力。そうですね。いいことだな。で多分これからそれがもっと求められるというか、なんか本当に界隈を超える人、界隈がいっぱいできるからこそどこにでも喋れる人が求められていくと思う。めっちゃわかります。すごくわかります。ヒントがあるなと太田さんには思うんで、三宅さんにも僕は思いますし、三宅さんは逆に本当に最適化が誰でもできる人、誰相手でも喋ることがある人だから、むしろ本当に本を読みすぎですから、明らかに読みすぎて本読みすぎですお医者さんの診断みたいな。あなたは誰とでも喋れる、誰とでもその最適化できる。俺多分ひょっとしたら徹子の部屋の次って三宅さんのなんじゃないかぐらい思ってたのがあるのです。本当に誰とでもやりたいです。見てました。関係者の方。でも私スポーツが全く分からなくて、スポーツの本当になんか話題になったらこんな感じになってるんですよ。スポーツだと野球がとか。そっか。スポーツは考察されないんですか？スポーツってどうやって見たらいいのかマジで何も分からなくて。これはいいですね。スポーツと理系が本当に分からない大ジャンルだなと思っているので、界隈語彙力のためにその辺を勉強したさがありますね。確かにな。でもなんかあれ読んでませんでしたっけ？スローカーブにもう一球とかって。懐かしい。野球の本ですよね。僕もなんかあんまスポーツ好きじゃなくて。そうなんですね。スポーツ嫌いって動画も撮って、あまりに良くなかったから話題になるかもしれないですけど、本当にいかに野球がつまんないか。そうね、ずっと野球の悪口とか言って入りたかった。すごいすごい。でもなんかスローカーブをもう一球っていう小説で、ノンフィクションですねがすごい面白くて、なんかそのなんか野球のドラマを書くのは面白いんだなとか思いました。確かにそれはあるかも。なんか池井戸潤さんが書いたこうなんか駅伝の番組を作る人の話とか、そういうのは面白い気がします。確かにノンフィクションだとありますね。井上尚弥さんのこう対決でやった日とかも面白かったし、確かにドキュメンタリーそっちだわ。そっか、試合競技そのものより。そうですね。スポーツお好きですか？そのワールドカップ、オリンピックとかそういうのは見ますね。毎回。ちゃんとしている。興奮しちゃいますね。なんか何日か前もそのね、ミラノのオリンピックね、オリンピックやってますけど、そのねスケート、フィギュアスケートで2人同時に要はオリンピックレコードを出して、でだからなんだろう、2位の人もレコード出したんだけど1位の人がさらに超えてきてで勝ったりみたいなの興奮しちゃいますね。シンプルにオリンピックって開会式が面白いんじゃないの？全く同じです。開会式もすごいけど、いろんな人にね来たり演出あるけど、ボーンみたいなあったマリアントワネットのあれじゃないの？あれもね見ちゃうけど、でも一個あれなんですかね。じゃあ考察から解き放たれてその
なんだろう、こう原始の状態に人間が戻れてる確かにっていうのが気持ちいいのかもしれないですね。逆かもね。考察とスポーツが実は正反対のところにかもしれないですあね。るかもしれない。でいまだにだってまあスポーツごとの流行り廃りはあるかもしれないですけど、確かにオリンピックはずっとあり続ける。だしスポみんなーツ見たいってもう永遠のコンテンツですもんね。野球にしろ相撲にしろ何にしろ。そうですね。確かに考察から解き放たれたい人はスポーツがいいのかもしれない。ごちゃごちゃうるせえんだよ。野球を見ろって言い出すかもしれない。そうなるか。ほどな。スローカーブも1球の中で江夏の21球っていうのがあるんですけど、江夏さんが本当に実際にあった話で、ノーアウト満塁か、でこれ打たれたらもう絶対逆転負けちゃうみたいな時を21球で完璧に抑えたみたいなのをやるんですけど、あれって確かに、なんかそれがスポーツとしても多分すごいんでしょうけど、どうやってこの球を投げるかみたいなの一個一個なんか、今相手さっきはこの球でストライクを取ったから、次はこっちを投げようみたいなのをすごい考察チックに書いてくれてるから、僕も読めたんだなというか。確かにスポーツをねこう考察してくれると我々でも読めるようななんか言語にしてくれるとやってくれてると、あ、そういうことねっていう、なんかその頭脳戦としての野球としては面白かったんですよね。確かにね。江夏の21球でも江夏の21球は本当に江夏がすごいって話だけど、実はそのノーアウト満塁を招いたのも江夏だから確かにそっから始まってる。そうそう、あいつが自分で招いて自分で解決しただけだった。すごいですけどね。あったかなスポーツ。スポーツもいずれ多分認めますよ。界隈語彙力でも軍ピーさんも界隈語彙力高いですよね。なんかなんですかね。いろんな人と喋られてるイメージが。なんなんでしょうね。そうですね。本当に地下芸人みたいなところも行けば、その文化的な人のところにも行くし、で盛り上がってるところにも行くし。バキドーチャンネル自体がいろんな界隈の方がこのコンテンツ見てこのコンテンツ見てこのコンテンツ見てっていう感じでこうなんかいろんな人が見れるようになっている。そうですね。ザッピングかもしれない。雑食でやってるかもしれないですね。確かに。こうでも今って本当になんか人それぞれ趣味が違うからこそ本当界隈超えていくというか、なんか太田さんってこう究極系だなと思いますけど、なんかどれでもまっすぐに迎えるみたいなのが大事なので、そうなんですよね。しますね。ピュアに向かえばっていう気がするんですけどね。すごい太田さん。すごいな。春と飛行機のお二人と喋って太田さんの凄さを語って、なんか吉田さん言い残したことありますか？すごい喋っちゃった。吉田さん。めちゃくちゃ面白いというか、なんかなかなかやっぱり200万人登録者になってから、こういろんななんか意見とか考察とかも含めていろんなことを浴びできたからこその言葉、2人の言葉の深みが今日あった感じが。吉田さん。通じ合ってる。嬉しいんだよ。吉田さんだよ。本当に豆知識なんですけど、吉田さんとグンピーさん、私から見るとめっちゃサイズ感が似てるなって。すごい。そうですね。意外だよ。そうかも。身長がこう。はい、フォルムは一緒かも。タッパが。吉田さん。嬉しい。こんなにも生まれない。好きなしだけど。なんかざっくばらんに話しちゃってすみません。ありがとうございます。もうめちゃめちゃ面白かったです。いや本当に。ぜひバキドーチャンネルにも出させていただいているので、そちらもご覧ください。何かこう口とかありますか？我々春と飛行機のネタをやる単独ライブ。めでたい。はい。単独ライブ。最高ですね、ポスター。はい。そうですね。かっこよく作っていただいて、はい。モンキービジネスというタイトルのライブなんですけども、それがライブの方はもしかしたらチケット戻ってきたりとかもあるかもしれないんですけど、あと配信もある予定なので、はい、そちらも見ていただけたらと思います。お願いします。春と飛行機のお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントもよろしくお願いします。では。嫌わないで。嫌わないで。